ガンダムシリーズでは物語を強烈に印象付ける名台詞がたびたび登場します。それらのセリフは鋭く的確に物事の本質を突いていたり、キャラクターの造形を深めるセリフとして機能することで、一度聞けば物語と深く結びつき、決して忘れられないセリフとして多くの視聴者の心に刻まれてきました。今回はそんなガンダムシリーズが生み出した名台詞6選を紹介していきます。なお、本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。修正してやる。こちらは機動戦士ゼータガンダム13話からカミーユがクワトロに鉄拳制裁を行った際に放ったセリフです。作中クワトロイコールシャアと感化したカイはハヤットに対して身分を隠しているクワトロは信頼できないという内容の手紙を送ります。それについてハヤトはクワトロに直接意見を求めるのですが、クワトロは自分はシャアではないと否定。しかしこれに聞き耳を立てていたカミーユが割って入り、再度クワトロに問いかけます。それでも今の私はクワトロバジーナ大尉だ。それ以上でもそれ以下でもないとシャアであることを暗に認めながら、その立場から逃げようとする回答をしました。それに激怒したカミーユが拳を振りかぶりながら叫んだのが、そんな大人修正してやるでした。ゼータガンダム作中での修正とはエウーゴ内での鉄拳制裁の呼び方で、エマは殴って気合を入れることと解説しています。こちらのシーン、絶妙なシュールさが相まってネタ的な意味でも人気が高いシーンなのですが、実はクワトロを名乗るシャアの矛盾を糾弾する非常に重要なシーンとなっています。前提としてゼータガンダムの時点ではシャアがダイ君の子キャスバルという事実は世間一般に広まっているようで、カミーユも両親の苦労を一身に背負ってザビ家を倒そうとした人と作中で言及していました。そのため最初からクワトロがシャアだと名乗り、エウーゴの戦闘に立てばスペースノイドを中心により多くの味方が集まったかもしれません。しかしシャアはエウーゴの幹部的立ち位置に居座りながら自分をクワトロと偽り政治的責任から逃げ、にもかかわらず自由にやれるだけの発言力は有してパイロットに甘んじようとしました。そんなシャアの在り方をカイやハヤトは卑怯と感じたのでしょう。またアニメ5話でクワトロはシャアを引き合いに出して両親を失い塞ぎ込んだカミーユに次の世代のために戦う責任があると説教をしていました。そのためカミーユからすればクワトロはシャアーズナブルとしての責任から逃げているくせに、都合のいい時だけシャアを利用する悪い大人だと感じられた。だからこそ自分が食らったように拳で気合を入れようとしたのだとわかります。このようにクワトロの在り方を糾弾する上で非常に重要なシーンなのですが、妙なテンポの良さ、ホバリング移動してくるカミーユ、そして真っ赤なグラサン男が高校生に殴られて泣いてしまうシュールさからネタ的な意味でも語り継がれている名シーンとなっています。揃うよ、私は帰ってきた。こちらは OVA0083 スターダストメモリー9話においてコンペイ島に集結した連邦軍の艦隊に対して核弾頭を放った際のガトーのセリフです。作中で連邦軍はデラーズフリートへの牽制も兼ねてコンペイ島と名を改めた元ジオンの軍事要塞ソロモンで観艦式を行います。それらを一網打尽にして星のくず作戦を成功させるため、ガトーは試作2号機でコンペイ島を襲撃。艦隊の艦砲射撃をかいくぐり、艦隊へ向けてアトミックバズーカを放ちました。その際ガトーが叫んだのが「揃うよ、私は帰ってきた!」となります。ガトーにとっては敬愛するドズルが戦死し、連邦によって占拠されてしまった因縁の地です。それから3年の時を経て、ようやく連邦の手から解放する時が来たという高揚、この後に控えるコロニー落としへの決意、かつて亡くなった同胞たちへの敬意など、ガトーのさまざまな感情をたった一言で表現しており、また声優である大塚明夫氏の鬼気迫る名演技もあって、現在ではさまざまな媒体でガトーの名台詞として扱われてきました。ちなみにソロモンよの部分を改変すれば、どんなシチュエーションでも使える汎用性の高さもあり、ネット上では帰宅した際や動画を巡回した際に使用するスラングとしても使われています。なおガトーは
まっすぐな信念や実直な性格からか人気が高い人物ですが、実は冷静に見ればただのテロリストということで、このセリフを名台詞と呼ぶことに疑問を呈する方も見られます。ちなみにこのセリフを聞く限り、大塚氏から今と変わらないベテラン声優のような貫禄を感じますが、実は収録時の大塚氏はまだ声優としてデビューしてから4年目の駆け出しだったりします。すごい。戦争には制限時間も得点もない。こちらはアニメガンダムシード19話においてキラと相対したバルトフェルドが放ったセリフです。補給のためにバルトフェルドが占領しているバナディーヤに潜入したキラとカガリは、ひょんなことからバルトフェルドと出会い、彼の屋敷へと案内されます。しかしバルトフェルドは2人の正体を見抜いており、問答の中で銃を突きつけて、戦争には制限時間も得点もない。スポーツの試合のようなね。ならどうやって勝ち負けを決める？どこで終わりにすればいい？敵であるものを全て滅ぼして金とキラに問いかけたのでした。コズミックイラの戦争の原因は領土や主権の争いではなく、旧人類であるナチュラルと遺伝子操作を受けたコーディネーターによる相入れない民族同士の争いが原因です。そのためシードにおける戦争は野蛮な相手を滅ぼすしかないという終末戦争の様相を呈していました。そんなシリーズでも屈指に殺伐とした戦争が繰り広げられているシードという作品の本質を突きながらも、現実の民族紛争にも通ずるセリフとして評価されています。さらにナチュラルへの偏見もなく、本業が広告心理学者という文学的側面を持つバルトフェルドだからこそ、戦争の非人道性を客観的に見ながらも、軍人として憎んでもいない相手と戦うしかない立場にある哀愁も感じられる点が、このセリフの重みを感じさせます。またこのバルトフェルドとの問答は、仲間を守るためにしか戦っていなかったキラが戦いの意味を考えるきっかけとなっており、作品として非常に重要な意味を持ったセリフとなっています。宇宙の心は彼だったんですね。こちらはアニメ新機動戦記ガンダムウィング最終話においてディーブラの破壊に成功し帰還するヒーローへカトルが放ったセリフです。大気圏突入しながらディーブラを破壊して地球を救ったヒーローを各パイロットたちが各々の言葉で称賛する中、カトルだけ突拍子もないセリフを吐いてるように見えるため、カトルが電波系キャラとしてツッコミを受けることになりました。しかし実はこのセリフ、アニメ版の関連書籍や後年に刊行されたフローズンティアドロップの設定を踏まえると非常に意味の通るセリフとなっています。まず小説版やエピソード0における設定では、宇宙の心とはコロニーの指導者であるヒーロユイがアフターコロニー173年頃に行った非武装非暴力によってコロニーの平和が実現されることを願う演説、宇宙の心宣言を指していました。つまりアニメにおける宇宙の心とはヒーロユイのコロニーの平和を願う心を指す言葉と考えられます。そのため最終話におけるカトルのセリフは、身を挺して地球を救ったヒーローの姿こそが平和を願う心そのものと感じたゆえの言葉だったと解釈できます。一方で敗者たちの栄光やフローズンティアドロップでは、カトルの他人の痛みに反応するほどの感受性の豊かさを拡大解釈し、ニュータイプ能力のように人間の思念を読み取るような能力、または概念を指す言葉として位置づけられています。さらにフローズンティアドロップでは、この能力をカトル自身が自分の能力として明確に自覚して使用していました。作中におけるモビルスーツ戦では、ゼロシステムのように未来予測をする能力として使っており、その精度の高さはゼロシステムにも匹敵するとされています。なおフローズンティアドロップ作中では、カトルはイメージトレースすることで他者の技術を習得している描写も見られますが、これも宇宙の心によってもたらされている能力の一部とも考えられます。ちなみに第3次スーパーロボット対戦 Z 天国編では、カトルの口から宇宙の心について説明されていました。刹那のダブルオークアンタとともに、ヒーローはゼロシステムを用いてエルスとの対話を実現しており、その姿を見たカトルは最終話と同じセリフを述べています。そしてカトルは宇宙の心とは他人を理解し受け止める心で、それができるヒーローの心は宇宙の心と呼んで叱るべきものであると説明していました。このように公式作品ですら媒体ごとに解釈が異なる難解なセリフですが、アニメ本編ではそもそもこうした説明すらないため、アニメだけ見ている方からするとかなり難解なワードになっているのではないでしょうか。
の気持ちまさしく愛だ。こちらはガンダム00ファーストシーズン25話においてセツナと戦いを繰り広げる中でグラハムが放ったセリフです。第1話でガンダムの圧倒的性能に魅入られたグラハムはソレスタルビーイングを執念深く追撃しますが、次々と仲間を失っていき、いつしか執着心は憎しみを帯びたものとなっていきました。そしてファーストシーズンの最終決戦では GN フラッグを借りセツナの前に立ちふさがります。戦いの中でグラハムはガンダムのパイロットがかつて出会った少年だと知ると、自分とガンダムの出会いが運命的なものだと感じ、ガンダムの圧倒的な性能に魅せられた日から続く執着心をこの気持ちまさしく愛だと表現したのです。このロマンティックな表現とグラハムの勢いがありすぎる物言いに、普段はクールな刹那ですらと驚愕するシュールさから、インパクトの強いグラハムのセリフの中でも彼の変態ぶりを象徴するセリフとして語られてきました。また作品やキャラクターへの愛を感じる者に対して使いやすいセリフでもあることから、各所でハッシュタグとして使われていたりします。一方で直後のだが愛を超越すればそれは憎しみとなる、行き過ぎた信仰が内紛を誘発するようにも含めて戦争のきっかけが生まれる理由を端的に述べた名台詞として記憶している方も多い印象も受けます。ただ戦争が生まれる理由を知りながら戦い続けようとするグラハムの姿勢をセツナがエゴだと断じても、それにすら嬉しそうな表情を見せたりと、どう見てもグラハムの強靭ぶりが光るシーンになっています。これ差し上げます。ガンダムの記録回路に取り付けてください。こちらはゲームガンダム VS ガンダムより、ガンダムに登場したアムロがガンダム系パイロットと出撃して勝利すると流れるボイスです。こちらのセリフの元ネタはアニメ33話でアムロと再会したテムレイがガンダムのために作成した電子機器を渡した際に放ったこいつをガンダムの記録回路に取り付けろと思われます。原作ではテムレイはサイド7での戦闘で宇宙に放り出されたことで酸素欠乏症にかかり、認知機能が著しく低下していました。そのためアムロと再会したテムレイが渡した機器はアムロが一目見て最新機器どころか何の役にも立たないとわかる古い記憶回路だったのです。ちなみに漫画「デイアフタートゥモロー開始伝のメモリー」によると、この回路はハロに搭載された初期型の教育コンピューターと語られています。このようにとてもモビルスーツには使えず、アムロも思わず投げ捨ててしまうような代物ですが、ゲームボイスではなぜかアムロ自身がガンダムの記録回路に取り付けてくださいとまで進言しているのです。そのため本セリフは自分が投げ捨てたパーツを仲間に渡すという正気とは思えないセリフとして現在まで語り継がれる名台詞となっています。バーサスシリーズは時々キャラ崩壊を起こしている名セリフが多数存在するので、こちらもそんなネタセリフとして収録されたのかもしれません。ということで以上、ガンダムシリーズが誇る名台詞6選でした。特にゲームだと原作では絶対に聞けないセリフもあって面白いですね。ぜひ皆様が印象に残っているセリフもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。